あれは見よ、ユウ。向かい鶴に一つ引き漁が寄り添っておりますな。なんとかうまくいきましたか。うまくとはなんだ、ユウよ。え？なんと、世をアホを見るような目で見るとは、なんたる不埒な。世は傲岸不遜ではあるが、アホではないぞ。ああ、傲岸不遜って自覚はあったのですな。世は公方であるからな。そのくらいでちょうどよかろう。まあ正論ではありますが、それより健介隊がようやく真の主を得たようで。ふむ、主様が帰ってきたようじゃ。これも梅というの策のおかげじゃの。策の大旨は梅殿ですよ。よもやあのボタン殿がここまで見事な飛び梅となろうとは、北野の天神様でも予想はできなかったでしょうな。ふむ、ならばヨラも急ぐぞ。それはまあ結構ですが、そんなに素直に喜んでよろしいので？愛しの主様が帰還したのだ。妻として喜ぶことが間違っておると申すか？いやまあそこは別にいいんですけど、小波殿の口伝無料を握りつぶしておられた件。一旦引くぞ、ユウ。いやどうなさったんですか、公方様。アホか、お主。アホって。このまま世が主様のところに行ったら、主様にものすごく怒られてしまうではないか。っていうかそれ今の今まで気づいてなかったんですか？たった今気づいたわ。世ともあろうものがなんたる不覚。不覚は良いですけど、なんで逆方向なんですか？健介隊と合流すれば。合流すれば主様に怒られてしまうであろうが。だからって逃げるとか子供以下じゃないですか。逃げるわけではない。ほとぼりを冷ますのじゃ。最低ですよ。怒られるよりはマシじゃ。いやですからそれはきちんと謝れば。謝るのは構わんが、もし許されなかったらどうするつもりなのじゃ。主様に嫌われたら世はもはや生きてゆけぬ。二条で男女あたりの手にかかっておった方がマシじゃ。やれやれ、そこまで嫌なのでしたらそれがしのように最初から裏でいろいろと手を回せばよかったのですよ。そのようなこと今頃言われても遅いわ。それこそ後の祭りではないか。そうか、ミクに言われてしぶしぶやっておったことにすればよいのか。ああ、この人よりにもよって人のせいにしようとしてる。最低どころじゃないですよそれ。やはり後でバレるような嘘をつくのは良くないの。当たり前です。では逃げるぞ。ああ、もうこの人は。ハニー、見えましたわ。あれが本陣です。本陣といっても簡単な幕が張ってあるだけですね。任せてお兄ちゃん。よーし、健介隊突撃です。無人じゃない。いらっしゃい。いない。あっち。まさか武田の本陣。
まあ、ミク様らしいといえばらしいというか。本来の本陣を捨てて、山を降りた時点で予想すべきだったというか。普通じゃないから。そんな話してる場合じゃないよ、お兄ちゃん。ミク様が本陣狙いなら。それは無理。御大将の邪魔はさせない。今だからこそ御大将の邪魔はさせない。どういうことですか？女の意地。ああ、そういうことですの。御大将はスケベに惚れてる。惚れた男の愛人を直接その目で確かめたい。そんな気持ちを持てるようになった御大将の役に立ちたい。だから行かせない。御大将の女の意地。松葉も意地を見せる。健介様、ここは何としても。行かせないって言った。女の意地。正面。違う。行かせない。健介様。通りたいのに通してもらえないならやっつけるしかないです。あやな。かよは健介様たちを連れてミク様を追いかけるです。ここはあやなにお任せなのです。いいえ、健介様。ここはアヤナに任せましょう。カヤの言う通りです。ここはアヤナ一人で十分ですから、健介様はさっさと行くですよ。ありがとなのです。では健介隊の皆さん、ここはアヤナさんに任せて、我らはミク様を追いますわよ。行かせな。言い訳にはいかないです。行くですよ、健介様。さて、健介様は言ってくれたです。邪魔なチビ。あやな、背丈はチビでも器はでっかいです。
潰す。こっちこそ、そのでっかい鎧をボッコボコにしてやるですよ。松平家中、安昌七不代が一つ、藤原に通ずる二条家綱が末、本田平八郎綾名忠勝、水産なのです。田楽狭間に舞い降りた天神新田を守るため、この身この槍すべてをかけて勝負見せましょ東国無双、かっこよて、いざ尋常に勝負なのです。相手にとって不足なし。越後が竜の懐刀、長尾支店の末席なれど、音に聞こえた主傘を構え、甘かす影持ち、押して参る。相手にとって不足なしですけど、本田はただ勝つのみですよ。行くです。来い。やってやるです本大将、本陣の方で松葉の殺気が爆発してるっすよ。分かってる。健介たちが来たんでしょうね。健介隊は武田に寝返ったっす。寝返ったっていうか、もともと帰ってたのが元に戻っただけじゃない。まあスケベさんのやることだから仕方ないっす。でもいくら松葉って言ってもスケベさんの対相手じゃ分が悪いんじゃないっすか。そこまで無茶は望んでないわよ。多分松平のどっちかが退治して残りはこっちに向かうんじゃない。ちょっと時間を稼いでくれれば十分よ。松葉が聞いたらすねるっすよ。無茶を要求しなかったのに、なんで私がすねられなきゃいけないのよ。松葉は一生懸命スケベさんを足止めしようと思ってるのに、本大将、本当はスケベさんに来てほしいんすよね。そう、どうかしらね。やれやれっす。何呆れてんのよ。素直じゃないっすねって思ったっすけど、まあそれも本大将だから仕方ないっすと思って出た言葉がやれやれっす。勝手に言ってなさい。ザクロ、はいっす。先に梅雨払いしときなさい。そろそろ光のあれも来るだろうから、少人数でも油断すると痛い目見るわよ。望むところっす。柿崎衆、ザクロに続くっす。頭数ばかり多い武田の将どもを一気火星に蹴散らしてやるっすよ。さーて、光、あなたは私をちゃんと楽しませてくれるんでしょうね。この機を逃したらもう次はないわよ。親方様、前方に毘沙門天の旗あり、並ぶ旗はかぶら、越後の一番槍です。粉雪は荒川伊豆の神以下の部隊は何とか抜いたようですが、未だ距離が。夕霧、春日は越後前衛と八戦の最中です。増援の伝令を向かわせておりますが、こちらも距離が離れて。健介隊は未だ報告なし。本陣で迎え撃つ。はっ。風林火山を使う。総員出陣用意。本陣詰めの武田の兵よ、親方様の言霊しかと受け止めなさい。その早きこと風のごとく、その静かなること林のごとく、その侵略すること火のごとく、その動かざること山のごとし。人、それを風林火山という。風林火山の加護と薫陶を受けし武田の精邈たちよ、その神妙をとして今こそ親方様の礎となれ。総員突撃。うわー、やっぱ風林火山使いやがったっすね。あれ厄介なんすよね。
なんかボソボソ言うだけで兵の力が2倍とか3倍とか反則っす。大声で言ったら10倍とかなるんすかね。やることは一緒っす。御大将の七手組一番隊はどんな時も正面からぶつかってただひたすらにぶち抜くだけっすよ。総員突撃っす。柿崎彌次郎の独壇場っす。商用研修遅れを取っちゃダメだよ。健介隊の名にかけて武田勢に負けてはなりませんわよ。お頭、先行しすぎは危ないですよ。ここは戦場です。後続を待ってください。ヒヨさん、コロさん、どうかしましたか？後方気づいていますか？ああ、二つ引き漁だよね。なんか妙に距離を取ってるけど、公方様なら普通に追いつけるはずだよね。今追いつくわけにはいかないからじゃない？まあ間違いなく怒られるもんね。はい。どうしたのお兄ちゃん。様が引き返してきおったぞ。ユウ、本当に大丈夫なのであろうな。大丈夫ですってば。なんでいつもは健介殿が嫁を作ってもバカやっても信じておるなどと言って応用に構えてらっしゃるくせに、こんなところでビビりなんですか。富士川の兵士でももうちょっと根性ありますぞ。それは主様が何をしても世は何一つ悪くないからじゃ。ああ、今回は悪いことした自覚はあるのですな。一応反省もしておるわ。そんな偉そうな逆ギレ初めて見ましたよ。公方であるからな、仕方あるまい。はてさて、そのようなことを言うておる間に主様が。おのれゆう、はかったな。それがしは主上と呉服のよりを戻すために奮闘しただけですのに。ああ、世の中とはなんと理不尽な。はい。そのごめんなさい。主様。皆まで言うでない。足利の二つ引き漁はいつでも主様と共にあるぞ。やれやれ、すっかり乙女になられて。お頭の前じゃ誰だって恋する乙女になっちゃうんですよ。そうそう、それが誇らしくもあり、恋敵が雪だるまみたいに増えるから悲しくもありですが。春ですな。健介様、和葉様、和んでいるところ申し訳ありませんが、武田本陣あたりに毘沙門天の旗ありと知らせが来ております。まだわかりません。急ぎましょう。さあさあ、派手に暴れるっすよ。ここで押し負けること相なりません。最強武田軍団、甲斐の武人の意地、今こそ見せるのです。ほう、なかなかやるっすね。
天下の副将内藤ちゃんのくせにっす。通り名は伊達ではありませんよ。けど風林火山があってもこんなもんすか、こんなもんすか。押し負けておいて何を。戦いってのは虚々実実っす。だから内藤ちゃんは万年副将止まりなんすよ。何を。ザクロを抜きたきゃ勘介連れてこいっす。というわけで大将頃合いよしっす。カブラヤ、一体何を。まさか。そんな柿崎がおとり。いっけー、突撃っす。まだです。まだ私たちは。ここ親方様。コナちゃん、トトちゃん、こちらはいいから親方様を。ナナと。ちトト、二手に分かれるぜ。あたいは柿崎をぶっ潰す。そっちは任せるなら親方様。下がって巻き添えになる。来た。見つけたわよ、光。ミク、あなたとの腐れ縁、今ここで立たせてもらうわ。来い。て甘い。悔しい。何を。健介を取られて。誰が。多分逆なら私も悔しく思う。ならこうやってあなたを殺したいって思う私の気持ちわかるわよね。わかるけど死んであげない。さあいつまで言っていられるかしら。ほらほらほら、受け身に回ってちゃ私の首は取れないわよ。しぶといわね。ミク、何よ。何を焦っているの。焦ってなんて。今のあなたの心揺らいでる。どうしてそんなことが言えるのよ。もう何度もまみえた。わかる。あなたも同じ。健介のことで揺らいでるけど、揺らぐからこそ渡せない。なぜよ。健介は一人のものじゃない。長尾のものでも、織田の、足利の、今川の、浅井のものでも、武田のものでもない。じゃあ誰のものだって。突然の大嵐に流れゆく道をねじ曲げられた川のように変わってしまったこの国の行く末、その始まりを告げ終わりに導く健介は誰のものでもない。この日の本の未来のもの、この国に住むすべての人々の希望だから、今健介の存在に心を揺らがせるあなたに渡すわけにはいかない。ミク、何よ。己の役割を見失えばあなたでさえも流れから弾き出される。
それを望む？私はどけどけどけい！この道誰一人として邪魔することあたわず。者ども、道を開けよ。我が足利の二つ引き量を遮るというなら、たとえ神仏であっても容赦はせぬぞ。はあ！夫殿の役に立てることが嬉しいのですよ。可愛らしいではありませぬか。つきましては、こたびの公方様のお板はいつものことですゆえ。いずれにしてもこれで大幅に時間は短縮できましたわ、ハニー。撤収なのら、親方様。終わったっすね。さっき公方様の二つ引き量と大中黒が本陣に飛び込んでいったんだぜ。親方様、どうするっすか？ザクロは決着がつくまでやってもいいっすよ。撤退の合図は出ました。もはや我々が戦う意味はありません。親方様が御旗立てなしに誓った言葉に逆らうわけにはいかないんだぜ。ならこのまま撤退するっすよ。撤退っす。兵を引けいっす。本陣から武田と長尾の鏑屋が同時にだと？どうなったでやがりますか、姉上。撤収します。敵の追撃はないでしょうが、後方に気をつけなさい。本陣にも伝わるようにこちらも鏑屋を。御大将、あなたの望みは叶ったのですか？なかなか丈夫な鎧なのです。だるいけど今度こそ抜かせてもらうです。だるいならとっとと抜かせやがれです。御大将のため負けられない。それはこっちも同じなのです。鏑屋です。終わった。あれ、どうしたです？言っていい？じゃあ鏑屋って戦いは終わり。止める意味も終わり。なら馬がある。使う？かたじけないのです。これはそ
想像以上の乱戦ぶりですな。健介様。何？まったく、そういう考えなら考えで先に言っておきなさいよ。気づかないミクが悪い。私のせいだっていうの？他にどう聞こえた？相変わらず嫌みったらしいわね、その口は。そのまま返す。あら、健介。久しぶりね。無事で何より。どうもこうも、見てわからない？休戦。させたかったんでしょ？休戦。健介が望むから、した。別にあんたのためだけってわけじゃないけどね。なんて顔してんのよ。変な顔。もうしてない。かぶら屋をあげたの、見なかったの？そろそろみんな撤収してくる頃じゃないの？親方様！おかえり。お姉ちゃん、大丈夫？姉上、ご無事で上がりましたか？無事。二人も苦労。それより貴公は越後の竜。人が増えてきたからめんどくさくなってきたわね。一度帰るわ。うん。大将、生きてるんすか？ちゃんと生きてるわよ。光、健介は預けとくけど、後でちゃんと連れてきなさいよ。ザクロ、戻るわよ。そっちも忘れずに来る。夕霧。撤収の仕切りは任せるであがります。薫も手伝うであがりますよ。健介、公方様はついてきて。善光寺。それにしても念願の善光寺参りがまさか光悦の和平会談の場になるとは思いませんでしたな。まったくじゃ。じゃが善光寺にしては祀られた仏や宝物の数が少ないように思えたが。ああ、それは武田のせいです。武田の？ええ、会に同じ名前のお寺を建てて、こっちのめぼしいものはみんなそっちに持って逃げたのですから。持ち逃げとは人聞きの悪い。川中島の戦火から守るため一時的に避難させただけにござる。悪いのは川中島に攻めてきたミク。なんですって？喧嘩は命なの。
健介が言うなら。ならば、いい加減に始めるぞ。よいな。なら、改めて、越後国主、長尾美久正虎、影虎の方が馴染みがあるだろうから、そちらでいいわ。甲斐、信濃国主、武田光晴信。戦場でまみえることは多かったけど、こうしてちゃんと会話するのは初めてかもね。説明と言ってもね。光がしなさいよ。何さも自分は関係ないとかって顔してんの。そもそもこの戦だってあなたの計算だったんでしょ。そこを健介に説明してやりなさいよ。健介はきっとわかってる。わかってたら説明しろなんて言わないでしょ。この戦は、ミクが私のことを見定める、その戦。自分の夫を奪った女を自分自身の目で夫にふさわしいかを見定めるための戦だった。尻比べじゃな。公方様は黙ってらしてください。それはあんたも一緒でしょ。そう。私がミクを、健介の妻にふさわしいかを値踏みする戦でもあった。つまりね、健介。お互いがあなたにふさわしい女なのかを見定めるために起こした戦だってこと。そんなことじゃなく、大切なこと。そうよ。これは女の意地だけじゃなく、女の誇りがかかってるんだから。健介は、この国に住む人々の、そしてこの国が歩んでいく歴史にとっての希望。その希望を支えるための力となり得るか否か。言葉を尽くすのも大事でしょうね。でも、覚悟は見えない。それは健介が一番わかってるんじゃないの？春日山で私たちに自分たちの気持ちを証明するために言葉じゃなくて命を張ってみせたのは誰？それでミクは落ちた。うるさいわね。じゃああんたはどうなのよ。もっと前から健介を見てた。だからこそ、光も覚悟を示した。それが主様との祝言か。そして、ミクも覚悟を示した。ちょっと違うわね。示した覚悟を確かめる戦。ええ、そうね。そしてこれが最後の機会。長尾は織田の同盟下にある。そこに武田も入れば、もうこうやってぶつかり合う場面なんてなくなるでしょ。今がその時。嬉しくない？理解できなくてもいい。でも、努力してほしい。
私にはお二人の気持ちがわかる気がします。ふむ、よもじゃ。マリモなの。やり方は乱暴かもしれませんが、いえ、乱暴だからこそ本当の気持ちが出てしまう。そう考えると最も時間をかけずに済む方法だったと言えるでしょう。確かに、カイにとって今はまさに一攫千金。正直、向かい合う時間も惜しかった。刃を交わさねばわからぬ感情もある。その規模がこの二人に関しては少々大きかっただけのこと。少々大きすぎる嫌いもありますが、日の本指折りの国持ちともなればそれも仕方ないのでしょうな。でも二人ともケンスケのことは好きなんだよね。それでもう喧嘩もしないんだよね。それは喧嘩もしない。ちょっとあんた、何しれっと話をずらして。もう私もそうよ。間違ってないわ。御大将して二人の互いの評価はどうじゃ？まあ9大点。何を上から。ミク様は？そうね。これ以上は争う意味はないわ。私はこいつのことが大嫌いだけど、ケンスケがめとるにふさわしい力はあると思う。合格ってことにしてあげるわよ。ギリギリだけど。ケンスケ、同盟に入るんだし、向こうがかかってこない限りはね。今は越後の相手をする暇はない。約束だからね。うん。ちょっとケンスケ。ケンスケ、ごめんなさい。クオンもそっちに来るみたいだしね。こっちも事後処理を終わらせたらすぐ向かうわ。はい。わかったの。言っちゃったか。ミク、何よ。ケンスケのこと好き？今なら聞こえない。別に恥ずかしがってるわけじゃないわよ。ならどう？当たり前でしょ。でもダメ。あんた、同盟を組んどいて今さらそれを言う？独り占めはダメ。重責を担い苦しい日々の中で見つけたキラキラ光る宝物。海中に持っていたい気持ちは私も一緒。あんた。だけどその宝物を独占すれば多くの人が不幸になる。ケンスケはそういう存在。だから諦めろって？違う。みんなで包んであげればいい。できる？言われなくてもそれぐらい分かってるわよ。分かってるわよ。ほら行くわよ、光。わかった。
どうやら決着がついたか。ではそろそろ結末も近いということ。じゃがまだ足りぬ。もう一手、もう一滴、まみれてもらうぞ。さすれば扉は開かれん。はようなれ、鍵となれ。いよいよ我らが力を見せる時が来た。我はよみがえりしスメラギが体験なり、吉野の御方の命により逆賊を討つ。親不孝者どもよ、覚悟せよ。